皆さんこんにちは。国際経営学部 APM の副学部長をやっております韓国というめちゃくちゃいい国から来たいい国と申します。これから学部の紹介をさせていただきたいと思います。それでは国際経営学部 APM の学部紹介をさせていただきたいと思います。まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。私は先ほども言いましたように韓国というめちゃくちゃいい国から来たいい国とよく紹介をします。韓国出身です。大学は韓国で卒業して、当時の専門分野は観光経営学でしたが、観光のことまた経営学のことをさらに勉強したいと思って約20年前に日本に留学に来ました。2004年から日本で留学をしましたが、2009年たまたま APU で学会の発表をする機会があり、初めてお邪魔しました。当時 APU に来た時にこの APU の環境にものすごく一目惚れして、それで APU の教員になりたいと決めました。それからアメリカに行って経営学の博士号を取り、2012年から APU でマーケティングを教える先生として働いています。大学の先生になる前は4年間自分の会社を経営しました。当時の経営の経験を生かして今も学生にマーケティングを紹介しています。私が2005年に APU に初めて来た時に APU の魅力に落ちた理由は大きく2つがあります。まずは APU の国際的な環境です。そもそも経営学に興味があったので、将来会社を経営する時に最も重要である国際的な感覚をこの大学なら学生は自然に身につけることができると思いましたので、ここで教員をしながらそのような学生さんと一緒に世界を変えてみたいと思ったからです。2つ目はこのPEPという立地です。もしかして皆さんはPEPっていう田舎で何が勉強できるだろうと思うかもしれませんが、実はPEPっていう小さな町だからこそできることがいっぱいあります。例えば小さな町だからこそさまざまな企業さんと大学の距離が近いこと、さまざまな企業さんが大学に頼っていろんな依頼をしてくること、かつこのような小さな町にあるのにもかかわらずさまざまな国際学生がいるこのグローバル的な環境に惹かれた企業さんにさまざまなプロジェクトをお願いされることもできるっていうことです。小さな町だからこそ企業と活発な連携ができ、企業としてもさまざまなチャレンジがしやすいような環境です。皆さんに質問をしてみましょう。大学の法学部で勉強する学生さんは将来に何になりたいのでしょうか。そう、弁護士や裁判官などになりたいと思っているはずです。例えば大学の医学部で勉強している学生さんは将来何になりたいと思っているでしょうか。お医者さんになりたいと思っているはずです。じゃあ例えば大学で経営学部で勉強したいと思っている学生さんは何になりたいと思っているのでしょうか。この流れから考えたら経営者になりたいと思うのが当たり前だと思うんですが、実は経営学を勉強したさまざまな学生さんは経営者ではなく立派な会社員になりたいと思っているのが面白いと思います。社会のために一つの会社に所属して働くことは何も悪くありません。しかしせっかく経営学を学んだのであれば、やっぱり世界を変えていくような経営者になってほしいなっていうのが私の先生としての希望でもあります。このビデオを見ている皆さんの中でビジネスをやってみたいと思っている人はいますか？なぜビジネスをやりたいと思ってるんですか？ビジネスをやりたいと思っている学生さんになんでビジネスをやりたいかって聞くと、お金が稼ぎたいからっていうことがよく出てきます。お金を稼ぐことは全く悪くありません。しかしお金を稼いでから何をしたいのかっていうことをさらに考えてもらいたいと思います。素敵な車があります。こんなに素敵な車があるといいなと思う人もいっぱいいるはずです。でもみんなによく考えてほしいですね。車っていうのはそもそも移動の手段です。一つの場所から違う場所へ移動するために生まれたものが車ですね。その本来の目的を忘れてほしくはないと思います。車が走るためにはガスがいります。ガスがなければ車は走れません。でも人々はガスを集めるために、ガスを入れるために車を買うわけではありません。会社も一緒です。会社を作るときには会社が本来持つべき目的、世界を変えていく、社会に貢献するっていうことが大事にならなければなりません。
もちろん会社が動くためにはお金が必要です。しかしお金を集めるために会社を動かしているわけではありません。カスと車の関係と一緒ですね。お金を稼ぐことは会社を動かすときにものすごく大事なことですが、お金を稼ぐことだけが会社を動かす目的ではないですね。会社を動かす、起業する、ビジネスを担うっていうことは、社会のために何がしたいのかっていうことを考えるための一つの手段だと思ってほしいです。皆さんは今まで高校生になって、これから大学生、また社会人になりますが、社会に出てこれから何をするべきかっていう夢を持ってほしいです。その夢の一つに、世の中に貢献する、人のために働きたいという思いもあるはずです。そういう思いに一番簡単に早く到達するような方法が、私はビジネスだと思っています。世の中の問題を見抜き、その問題に対してどのような解決策を出してあげられるか、これはビジネスでしかできないようなことかもしれません。日本のさまざまな大学には経営学部というものがあります。しかし APU で提供する学問はただの経営学部ではなく、国際経営学部です。なぜ国際経営学部で勉強する必要があるのか。皆さんもご存知の通り、今はグローバル時代だとよく言われています。グローバル時代だというのは、ただただ自分が生まれていた国の中で生きていくのではなく、世界のさまざまな国と地域の人々を市場に、また対象に、彼らの問題にちゃんと向き合って彼らを幸せにさせていくことが、これからのグローバルな経営の在り方だと思っています。世界の人々が何を求めていて、何をどうしたら彼らを幸せにできるかっていうことは、国際的な環境の中でどのように経営をしていくのかっていうことを考えなければなりません。ただ経営学ではなくて、グローバルの中で成功できるような国際的な人材を育てていく。それが国際経営学部、私たちが目指している目標です。APU で特に強調している一つの概念はダイバーシティ、多様性です。多様性っていうことは、全ての人はみんな違う。全ての人々が求めているものも全て違う。彼らをちゃんと理解して、彼らが求めているものにちゃんと応えられるような人材になってほしいということが、多様性を強調するということです。多様性を理解するためには、多様な人々が集まっているところに自分の身を置かなければなりません。国際経営学部 APU で世界100カ国以上から集まっている学生さんと勉強ができるような、このような環境を備えている APU で勉強する、多様性を理解する、そして国際的な感覚を持つことになった経営者になるということは、そういうことだと思います。会社を経営するということは、一人だけではなく、さまざまな会社のメンバーと一緒にリーダーシップを発揮して動いていくということを意味します。ですから多様性を理解し、他の人々と一緒にチームワークよく動いていくということを、ぜひ APU で、そして国際経営学部でグローバルな友達と一緒に身につけてほしいと思っています。国際的な経営が分かる人材になるためには、国際経営学部ではこのような4つの専門分野を提供しています。1つ目は経営戦略リーダーシップ、2つ目はマーケティング、3つ目が会計、そしてファイナンス、最後の4つ目がアントレプレナーシップ、オペレーションマネジメントです。この4つが全て理解できましたら、国際的に活躍できる素晴らしいグローバル的な人材になれると確信しています。APU では4年間このような勉強をします。基礎科目として勉強する経営学入門、基礎数学、上級数学、また統計学。コア科目としては会計学、経営学入門、マーケティング入門、金融論、人材と組織行動のマネジメント。専門科目としては生産管理論、ビジネス法務戦略、ビジネスエシックスなどがあり、最後に卒業前に国際経営学部の学生として必ず取らなければならないキャップストーンというグローバルマネジメントの科目があります。
キャップストーンという科目は1年から3年まで勉強してきたすべての知識を網羅して、このキャップストーンという科目のためにコラボをしてくださったさまざまな企業様が提供してくださった課題に対してその解決策を足していく、すごく実践的で面白い科目です。今までコラボしてきた企業の中にはソニーやコーセ、JAL、JR 九州、日立、フジテレビ、吉本興業などがあります。大学で勉強したさまざまな知識をもとに企業様が提供する課題に向かって一生懸命取り組んで解決策を提案するっていうことはとてもワクワクすることですよね。1回生の時にはビジネスの基礎的な考え方を理解して実践するためのエッセンスを必修科目として勉強しますが、2回生、3回生になるにつれさらに専門的なことを勉強することもできます。専門科目以外にも3回生になった後は演習といういわゆるゼミと呼ばれる勉強ができますが、一般的な講義とは違って大人数での勉強ではなく、一人の先生の専門分野に対して少人数でみんなで勉強するようなタイプの授業もあります。私の場合はマーケティングを教えていて、特にその中でも SNS を利用したマーケティング、また企業とのコラボの仕方などを勉強していますので、さまざまな SNS を利用したマーケティングのやり方を勉強して、また企業が出す課題に取り組むようなキャップストーンのミニバージョンのような授業も行っています。例えば去年の場合、大分にあるイーチコという焼酎を製造する企業である三和種類様と半年間コラボを行い、ゼミ生たち15人がとても有意義で楽しい時間を過ごすことができました。もちろん企業様もこのコラボを通じてとてもためになるようないい提案がもらえたと喜んでもらいました。 APO の授業の特徴としてはディスカッションやプレゼンテーションが多いことを挙げることができます。一方的な先生からの講義ではなく、先生と学生または学生同士の活発な議論または質疑応答などを通して、ただただ座って概念を聞くだけの座学ではなくて、インタラクティブな授業の環境を作ることで実践的に自分の頭で考えて知識を理解する、知識を身につけるということができるような授業スタイルです。日本では他の大学ではなかなか見ることのできないような授業スタイルだと確信しています。成果の授業以外にも国際経営学部の魅力としては様々な課外活動があります。もちろん一般的にどの学部の学生でも参加できるようなサークル活動もありますが、国際経営学部の最も大きな特徴としてはグローバルケースコンペティションというものがあります。経営学を勉強する世界のいろんな国々のまたは大学の学生さんがチームになって、また世界的な企業が出してくれる課題に対してコンサルタントのような立場になって彼らのための解決策を出してあげるという3日または4日間集中的に行われるコンペティションのことで、国際経営学部の学生さんはこのような実践的な経験を通してさらに実務に近い経験を身につけることができます。ただただ参加するだけではなく、さまざまな国際大会で優勝もしてきた経験があります。国際経営学部では成績優秀者に限り世界レベルのベタ・ガンマ・シグマというコミュニティに入ることもできます。皆さんも4年間国際経営学部で勉強して、このベタ・ガンマ・シグマという素晴らしい組織の一員になってみてはどうでしょうか。 APM は経営学を教える学部としてさまざまな国際的な認証ももらっています。世界でもトップクラスの経営学部しか持たない、そして日本でも数少ない AACSB、 そして修士課程ではアンバーという大学院専用の認証ももらっています。大学で勉強するということは社会に出る前に立派な社会人になるための一つのステップだと言えます。社会人になって世の中のために世界のために何が貢献できるか、大人としてこの世界で何ができるかを大学を出て社会人になる前にグローバルな環境の中で必要とされる人材になるために何を勉強するべきかちゃんと考えられる
4年間になりますように、国際経営学部で自分のことをまた見直してみませんか？国と国の距離がさらに近くなっているグローバル的な環境である今、国際経営学部で世界を舞台に活躍できるような人材になってみてはいかがでしょうか。